そういえば母さん、出産祝いありがとう。でも中身10円ってどういうこと？なんかの冗談？嫁ののどかさんが出産し、お祝いに来た私に、息子のサトシは不思議そうにそう言う。え？ 30 万包んだけど。状況が理解できずにいると、のどかさんが泣きそうな顔で叫ぶ。嘘よ。たった10円しか入っていなかったわ。命がけで子供を産んだのに、そんな嫌がらせするなんて信じられない。落ち着けよ、のどか。母さんもなんでそんな嫌がらせするんだよ。私は状況を飲み込めず、ただ呆然とそこに立ち尽くす。これが初めての嫌がらせじゃないわ。今までもサトシさんがいないところでいっぱい嫌がらせをされてきたの。嫌味を言われたり。ありもしない出来事をサトシに訴えるのどかさん。これまで不妊治療のために総額100万円以上支援してきた。それにもかかわらず、渡した金額をごまかし、私を悪者にしようとするのどかさんの態度には、私はもう我慢できなかった。このまま彼女に好き勝手されるわけにはいかない。そう思い、のどかさんの本性を明らかにすることを私は決意した。私は静江、58歳。夫の敏夫と結婚してもう30年以上になる。そんな夫の実家は代々農家で果樹園を営んでいた。私も嫁いでからは家業の手伝いをしている。果樹園の仕事は春から秋まで休みがなく忙しい。しかし冬は雪が降るため作業ができず、その期間だけ地元の人材派遣会社に仕事を紹介してもらいパートをしていた。嫁ぐまで農業に触れてこなかったため、初めの頃は大変だったが、今ではもう慣れてしまい、一人で脚立を担いで畑を歩き回っている。そんな私には息子が一人いる。息子のサトシは勉強が得意だったこともあり、進学を希望していた。しかし、一人息子だったサトシは、代々農家という家のことも気にしていたようだった。そんな進路で悩むサトシに言葉をかけたのは夫だった。今はみんな就職する時代だ。安定した仕事の方がいいだろう。うちのことは気にするな。その言葉に背中を押され、サトシは大学に進学。そして中学校の教員になり、3年前、介護士をしているのどかさんと結婚したのだった。今は私の家から徒歩10分ほどの近いところに家を建て、2人で暮らしている。嫁は隣の市の老人ホームに勤めていると言っており、少し遠いような気がするが、サトシの勤務先に近い場所を選んでくれたらしい。思いやりのある嫁とサトシが結婚できてよかったと、この時は思っていた。毎年私は自分の畑で採れた果物を息子に渡している。少し傷がついて売り物にならないものだが、味は十分美味しい。市販で買うと結構高いので、息子はいつも喜んでくれていた。だから結婚後も変わらず差し入れに行ったが、のどかさんのリアクションは思ったものと違った。これ、よかったらちょっと傷ついたリンゴなんだけど、味は美味しいから食べてちょうだい。はあ、用事はそれだけですか？それだけなら忙しいので帰ってください。明らかにめんどくさそうな顔をしている。ああ、ごめんなさい。急に来てしまって迷惑かけたわね。ここでの生活には慣れた？大変なことがあったら声かけてね。ああ、まあ大丈夫なので、それでは。嫁はそう言うと玄関の扉をピシャリと閉める。ちょっとおせっかいだったかしら。そう思って頭を悩ます。今までも友人からおせっかいな性格だと言われることがあった。しかし、今日はそこまでおせっかいを焼いたつもりはなかったが、そこまで嫌そうな顔をされるとは思わなかった。今日はタイミングが悪かっただけかもしれない。そう思い、後日何度か差し入れに行ったが、のどかさんは全く同じ反応をするだけだった。どうやら私は嫁によく思われていないようだった。近くに住んでいることもあり、できれば嫁とも良好な関係を築きたかったが、毎回家に行くと嫌な態度を取られるため、
何か用がある場合は息子を頼ることにした。果物のお裾分けも息子は喜んで受け取ってくれるので、しばらくは息子が間に入ってくれたら問題ない。そう思っていた。それから2年後のこと。突然、家にのどかさんがやってきた。どうしたの？のどかさんだけでうちに来るなんて珍しいわね。突然すみません。お母さんにお願いがあってきたんです。神妙な顔つきののどかさんに、私は何か悪いことがあったのではないかと不安になる。そして、のどかさんにお茶を出すと、言いづらそうにうつむきながら口を開いた。実は、そろそろ不妊治療をしようと思っているんです。不妊治療？どうしてまた？のどかさんは26歳でしょ？若いし、そんなに気にしなくていいんじゃないの？でも、結婚して3年ですよ。結婚して1年でできないと不妊って言うらしいですし、それにお母さんたちだって孫の顔を見たくないんですか？確かに孫の誕生は楽しみにしていた。しかし、強要するものではないし、プレッシャーになると悪いので、私からは何も言っていない。不妊治療について調べていたんですけど、結構お金がかかって、生活費の他に治療に充てるお金がないんです。だから、お金を貸してくれませんか？のどかさんは申し訳なさそうに私を見つめてくる。正直、我が家もお金に余裕はない。生活のためにある程度貯金をしているが、台風などの被害で収入が激減することもある。そういったアクシデントの時のために貯金は必要不可欠だった。しかし、嫁が妊娠のことで悩んでいることは同じ女として見過ごせなかった。何より今まで3年も関わりがなかったのどかさんが私を頼ってくれたことが嬉しかった。わかったわ。いくら必要なの？毎月10万円いただけたら、それだけあれば、あとは私の給料と夫の給料も合わせて治療を受けれそうなんです。10万円ね。わかったわ。のどかさんの口座に毎月振り込めばいい？そう言うと、のどかさんはパーッと顔を明るくし、微笑む。お母さん、ありがとうございます。やっぱりお母さんに相談してよかった。その言葉が嬉しくて、胸の奥がジーンとした。のどかさん、あまり思い詰めちゃダメよ。子供は授かり物なんだから。はい、気を使ってくれてありがとうございます。早く孫の顔を見せられるように頑張りますね。そう言ってのどかさんは上機嫌で帰っていった。しかし、毎月10万円の出費はかなり生活に大打撃を与えた。少し遠いところにある激安スーパーに通い、食費を最低限まで削減したり、おかずを少し減らしたり、厳しい生活を余儀なくされていく。しかし、この努力も実り、なんと、のどかさんが妊娠したのだった。妊娠するまで総額100万円以上も仕送りをし、生活的には辛かったが、サトシも喜んでおり、少しでも二人の力になれたのならよかったと心から思えたのだった。のどかさん、妊娠おめでとう。これからも大変だと思うけど、何か困ったら言ってね。ありがとうございます。じゃあ、不妊治療も終えたことだから、仕送りはとりあえず大丈夫よね。よかったわ、役に立てて。そう言うと、のどかさんの表情がこわばり始める。仕送りの件なんですが、できれば続けてもらえませんか？え？どうして？もう必要ないでしょ？そうなんですけど、妊娠したら働けなくなって収入が厳しいんです。サトシの収入があるでしょ？教師なら安定して、それなりの収入があるんじゃないの？思ったより収入も少ないし、部活動の遠征なんかでお金を使うので、生活するだけでいっぱいいっぱいなんですよ。そうなの。わかったわ。またいくらか支払うから。ありがとうございます。私は息子に毎月の収入に関して何も聞いていなかったため、想像より少ないことに驚いた。農家よりはるかに安定して高収入だと思ったが、違うのだろうかと不思議に思いながらも、のどかさんの言葉を信じ、
仕送りを続けることにした。その後、冬になり、農業ができなくなった私は、パチンコ屋の清掃の手伝いに行くことになった。私が入り口の掃除をしていると、そこに見慣れた顔の人がやってくる。それはなんと、のどかさんだった。どうしてこんなところにいるの？お母さん？お母さんこそ、なんでここに？私は今日からここで働き始めたの。それより、妊娠しているのになんでこんなところにいるの？いやちょっと気分転換に。明らかに動揺するのどかさんに、私の中で不信感が生まれる。気分転換？パチンコ屋に？もしかして今までも何度か来ているの？そんなわけないじゃないですか。妊娠しているからってずっと家にいると気がめいるから遊びに来ただけです。悪いんですか？のどかさんはそう言いながら私に突っかかってくる。そこまで責めたわけでもないのに、反対に私を責めてくるのどかさんの態度に私の中の疑念が膨らんでいく。悪くはないけど、気分転換に来るような場所ではないかと思うけど。文句でもあるんですか？そんなに言うなら孫の顔は見せませんよ。早口に言い放ち、パチンコ屋に入っていくのどかさん。店内での様子を見ていると明らかに慣れているようだった。このことをサトシに報告すべきだろうかと悩んだが、もし揉めて心労がたまればお産に悪影響だろう。私のせいでのどかさんや孫に何かあったら目も当てられない。今は大事な時期だろうからと、そっと見守ることにした。それから数ヶ月後、のどかさんは無事に男の子を出産した。私は夫と相談し、出産祝いとして30万円用意した。病室に行くとき、サトシは一度自宅に戻ったようで、のどかさんしかいなかった。のどかさん、出産お疲れ様。これは出産祝いよ。これからもお金がかかると思うから大切に使ってね。お母さん、ありがとうございます。いいのよ。それより今日は疲れているだろうからもう帰るわね。また明日来るわね。そう言ってその日はすぐに自宅に帰った。そしてその次の日、病室へ行くとサトシが可愛らしい赤ちゃんを抱いている。あら、可愛いわね。母さん来てくれたんだ。母さんもよかったら抱っこしてよ。そう言って生まれたばかりの孫を私に差し出すサトシ。抱きしめるとサトシを産んだ時のことを思い出し泣きそうになる。そんな時、サトシが気になることを言い出した。そういえば母さん、出産祝いありがとう。でも中身10円ってどういうこと？なんかの冗談？サトシは不思議そうにそう言った。30万包んだけど。状況が理解できずにいると、のどかさんが泣きそうな顔で叫んだ。嘘よ。たった10円しか入っていなかったわ。命がけで子供を産んだのに、そんな嫌がらせするなんて信じられない。落ち着けよ、のどか。母さんも、なんでそんな嫌がらせするんだよ。私は状況を飲み込めず、ただ呆然とそこに立ち尽くす。これが初めての嫌がらせじゃないわ。今までもサトシさんがいないところでいっぱい嫌がらせをされてきたの。嫌味を言われたり。ありもしない出来事をサトシに訴えるのどかさん。これまで不妊治療のために総額100万円以上支援してきた。それにもかかわらず、渡した金額をごまかし、私を悪者にしようとするのどかさんの態度には、私はもう我慢できなかった。このまま彼女に好き勝手されるわけにはいかない。そう思い、のどかさんの本性を明らかにすることを私は決意した。これ以上、嘘を重ねない方がいいんじゃないかしら。嘘なんかついてないわ。勝手なこと言わないで。そう。ならあなたの本当の姿をすべてサトシに言ってもいいのね。何のこと？戸惑うのどかさんを無視し、サトシを見つめる。サトシ、
私が毎月10万円のどかさんの口座にお金を振り込んでいることは聞いている？何も聞いてないよ。そうなのか、のどか？違うわ。そんなお金もらってない。お母さんが嘘ついてるのよ。じゃあこれを見てちょうだい。そう言って通帳を差し出す。この通帳には送金履歴もしっかり残っている。それを見てサトシは眉を潜めた。どういうこと？なんで母さんからお金をもらう必要があるんだ？不妊治療のためだって聞いたわ。孫の顔を見たいんだったら払えって言われたら断れないわよ。サトシも知っているものだと思っていたんだけど。不妊治療？そんなことしているって聞いてないけど。サトシがのどかさんの方を見ると、彼女はガタガタ震え始める。それはあなたに心配かけたくなくて、私一人で通院していたから。不妊治療は女性だけではできないでしょ？妊娠できない原因が女性側とは限らないんだから。男性も行くものだってニュースで聞いたけど。のどかさんはしどろもどろになって目を泳がせている。答えられないんでしょうね。だって不妊治療なんてしていないんだものね。どういうこと？のどかさんは毎日仕事に行くって嘘をついてパチンコに行っているんだから。はあ？そんなわけないだろ。証拠ならあるわ。実はのどかさんの行動を怪しく思った私は、普段の嫁の行動を調査してもらうよう更新所に依頼していた。その結果が数日前に来ており、写真や調査の結果をスマホで写真に収めていた。更新所からの写真には、たびたびパチンコ店に入っていくのどかさんの姿が写っている。そして調査結果には、結婚して半年で仕事を退職したことも明記されていた。どういうことだ？こんな調査結果嘘っぱちよ。お母さんは私が嫌いだからこんなことしているの。信じて。サトシに泣きつくのどかさんに呆れてため息をつく。じゃああなたが勤めているという施設に電話して聞いてみましょうか。やめて。そう言ってスマホから電話をかけようとすると、のどかさんは必死に止める。どうして止めるの？電話が嫌ならあなたの通帳をサトシに見せたらいいんじゃない？本当に勤めていれば給料が振り込まれているでしょ。そう言うとのどかさんは観念したのか、開き直ってため息をついた。そうよ。仕事はもうとっくの昔に辞めたわ。なんで勝手にそんなことを。仕事は辞めたいから、収入の安定しているあなたと結婚したのに、共働きがいいとか言うからよ。だって将来子供ができたりしたら収入が多い方がいいだろ。はいはい、そうですね。息子の言葉に吐き捨てるように答えるのどかさん。そんな態度にサトシは顔をしかめる。じゃあ母さんが言ったことは本当なんだな。そうよ、ほんと。パチンコに使うためにお母さんからお金を借りていたの。まさか更新所に頼んで調査されるなんて思わなかったわ。出産祝いはどうしたの？口座に入れたわ。のどかさんは出産祝いをあえて10円残して口座に入れ、私が嫌がらせしているように見せようとしていたらしい。うまくいけばもっともらえると思っていたようだった。せっかく今までうまくいっていたのに、ほんと最悪。憎らしそうにのどかさんは私を睨んでいる。本人は全く悪気がないようで謝罪の言葉もない。突然明らかになった妻の本性にサトシは驚愕している。今まで何年も騙していたなんて、もうのどかのことは信じられないよ。離婚しよう。は？昨日出産したばかりの妻によく離婚しようなんて言えるわね。人の心ってものがないの？騙していたお前には言われたくない。それに嘘をついて母さんから金をもらっていたなんて、家族といえど犯罪だぞ。わかったわよ。返せばいいんでしょ。今は子育てしなきゃいけないから無理だけど、そのうち返すわよ、そのうち。反省するどころか逆ギレをするのどかさんに呆れるしかない。金を返せばいいという問題じゃない。夫婦としてもうのどかを信頼できない。
じゃあこの子はどうなるの？私一人で面倒見ろってこと？嫌なら親権は俺がもらう。あなた一人じゃ仕事しながらまともに子育てなんかできるわけないわよ。家事すらまともにやらなかったお前が言うことじゃない。本当のことを知った今、のどかとはもうやっていけない。そうサトシが言うと、のどかさんはボロボロと泣き始める。確かに悪いことはしたわ。生徒が悪いことをしたら更生させるのがあなたの仕事でしょ。それなのに私のことは一回のミスで捨てるの？そうだな。生徒を正しい道へ導くのが教師の仕事だ。反省しているなら許す。でも、のどかは違うよな。反省しているわよ。お金も返すって言っているじゃない。じゃあなんで一度も母さんに謝らないんだ？のどかさんは黙り込んだ。一番被害に遭ったのは母さんだろ。この通帳を見る限り、相当な金額をお前に払ってきている。それは、農家の母さんにとって毎月10万円は大きい金額だ。それなのに謝罪もなしかよ。すみませんでした。のどかさんはしぶしぶ頭を下げる。しかし表情を見る限り納得がいっていないようだった。サトシとのどかさんのためなら少しでも力になろうと切り詰めながら10万円あげていたのよ。はい。それなのにお金も取られただけじゃなくて、私が悪者扱いされるなんて思ってもいなかった。私の言葉に黙ってうなずくだけ。申し訳ないけど、私はのどかさんのことはもう信じられない。反省しているとも思えない。俺も正直、今ののどかの態度じゃ反省しているようには思えない。離婚してくれ。そんな。のどかさんは顔を覆ってただただ泣きじゃくった。それからサトシたちは離婚。そして子供の親権は息子が獲得した。彼女が仕事やパチンコの妨げになると親権を放棄したのだ。今は介護職に復帰し、毎月10万円の返金をしている。給料が低いから毎月10万円なんか無理だと嘆いていたが、私だって同じくらいの収入でお金を払っていたと息子から言われ、何も言えなかったようだ。生活費を削減し、パチンコにお金を使おうと実家に戻ったらしいが、今回の離婚の経緯を知った彼女の両親は大激怒。パチンコどころか勝手な外出を禁止し、厳しく指導しているらしい。結局、親からも信頼されず、自由のない生活を強いられることになったそうだ。その後、私たちはサトシと同居を始めた。孫の子育ては大変だが、毎日成長していく様子を見ることができ、本当に嬉しい。彼女から戻ってきたお金はできるだけ貯金し、孫のために使おうと思っている。これからも孫や息子が笑顔で暮らせるよう、できることは支援していこうと心に誓うのだった。